家はできるだけきれいにしておきたい。でも片付けるための家事まで増やしたくないですよね。実は家がすっきり整っている人ほど片付けのひと手間をあえて省いています。1分片付けといっても新しい習慣や厳しいルールを増やすわけではありません。今まで当たり前にしていたことからやらなくてもよかったことを一つずつ減らしていくだけです。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。今日は片付けが途中で止まりがちだった田中久美子さんの暮らしを通して、年齢を重ねても無理なく取り入れやすい6つの1分習慣をお話しします。1つ目を始めると、後で畳もうと溜まっていた洗濯物の山が減り、朝ソファーの上を見てため息をつく朝が減ります。3つ目を続けると、家のあちこちの置きっぱなしが減り、床やテーブルがすっきり整います。そして夜ふと部屋を見渡した時、余計なものが目に入らず、部屋全体が広く見えて、片付けのことを気にせずゆっくり休めます。この動画を最後まで見ていただけたら、家を1分で元に戻すにはどの手間を減らせばいいのか、そのヒントがきっと見つかります。片付けの回数を増やすのではなく、毎日の工程をどう楽に減らしていくか、無理なく続けられる小さな整え方を一緒に見ていきましょう。1分で戻せる家の作り方。1つ目は、洗濯物の畳む、細かく分けるを思い切ってやめてみることです。シャツやブラウスのようにハンガーのまましまえる服まで、一度外して畳んでまたしまう。下着や靴下も毎日よく使うものを細かく分けてきれいにしまう。そんな当たり前のように繰り返してきたひと手間を一つだけ減らしてみませんか。きれいに畳んできちんと分けて引き出しにしまう。家のことを丁寧にしてきた方ほどそれが普通だと思ってきたかもしれません。でもその丁寧さを続けようとするほど、後で畳もうと洗濯物が途中で止まってしまうことはありませんか。洗濯物を取り込んでもソファーや椅子の上に置いたまま半日一晩と残ってしまうなら、それは面倒くさがりになったのではなく、元に戻すまでの手順が今の暮らしには少し負担なのかもしれません。後で畳もうは片付けが止まるサイン。そこには減らせるひと手間があります。久美子さんも洗濯物を取り込むと、まず全部ハンガーから外し、夕飯の後に畳もうとソファーへどさっと置くのが習慣でした。でも支度や片付けをしているうちに、いつの間にか夜、翌朝になってもシャツやタオル、靴下がそのまま残る日が増えていきました。服が散らかる原因は畳めない自分ではなく、乾かす、外す、畳む、しまう、こうして並べてみると、戻すまでにいくつも手順があったんです。そこで乾いたシャツやブラウスはハンガーから外さず、そのままクローゼットへ。ハンガーごと戻せば畳む工程が丸ごと省けて、シワもつきにくくなります。下着や靴下もきれいに畳んで分けずに、毎日のように使うものならざっくり同じ棚へ入れるだけ。今まできっちり畳み直していたタオルも物干し竿に広げてかけ、取り込んだらそのまましまいやすい形にしておく。干す時からこのまま戻せるかなと考えてみるんです。もちろんニットやおしゃれ着などきれいにしまっておきたい服まで無理に変える必要はありません。引き出しの中がきれいに揃っていることより、朝ソファーの上に洗濯物が残っていないこと、久美子さんにとってはその方がずっと気持ちよく一日を始められました。洗濯物のように毎日繰り返す家事は待ってはくれませんよね。だからこそ、そんな家事から先に減らせる手間を見つけてみてください。
これは畳まなくても困らないかも、細かく分けなくてもいいかも、そんな見方で片付け上手より手間減らし上手になっていきましょう。手間を減らす片付け。2つ目は郵便物を座る前に3つに分けることです。チラシ、カードの明細書、自治体からのお知らせ。毎日のようにポストに届く郵便物を後で読もうとそのまま家の中へ持ち込んでいませんか？ちょっとリビングを見渡してみてください。家族宛てのお知らせの上に次の日のチラシ、その上にまた別の請求書。紙の山は後での積み重ねです。書類整理が苦手なのではなく、とりあえず置いてしまう、残すか捨てるかを決めないまま次の郵便物が重なっていく、そんな小さな先送りが紙を増やしていくんです。疲れて帰宅してその場で仕分けるのは面倒と思いますよね。もちろん全て開封して読み込む必要はありません。チラシのように見たらすぐ捨てるもの、請求書やお知らせのように手続きが必要なもの、保険や税金の書類のように保管するもの、捨てる、手続きする、取っておく。まずはこの3つにざっくり分けるだけでいいんです。迷うものや家族宛てなどすぐ判断しにくいものは取っておくで大丈夫です。細かく整理する必要はありません。先送りする紙を増やさないように、家に入ったらテーブルへ置く前に行き先だけ決めておくんです。久美子さんも今は下駄箱の中に紙ゴミ用の紙袋を置き、ポストから持ち帰ったらその場でざっと分けます。チラシはそのまま紙袋へ、確認する紙は決めておいたトレイへ、保管する紙はファイル用に避けておく。リビングへ持ち込む紙が減り、テーブルも散らかりにくくなりました。一旦置いてしまう前に後回しを一つ減らす。郵便物は1日そのままにするとまた次の紙が入ってきます。だからこそ後でにする前にその場でざっくり分けておく。今日から届いた郵便物をまず3つに分けてみてください。テーブルの端に紙の山が1つない。それだけでも視界は随分すっきりします。家事を楽にする工夫。3つ目は最後まで戻そうとしないことです。家の中に2階へ持っていくつもりのタオルや本が階段のそばに残っていませんか？使い終わった充電器、洗濯ネット、エコバッグ、元の場所に片付けるまでにあと一手間かかるもの、あなたの家にもありませんか？一つ一つはすぐ片付けられそうでも、その度に立ち上がるのは意外と面倒なものですよね。だから一度で最後まで片付けようとせず、途中で一休みできる場所を一つ作っておくんです。それってただの仮置きと同じではと思いますよね。もちろん何でも置いておく場所ではありません。2階へ戻すもの、夫のもの、そんな風に行き先が決まったものだけを一時的に置く場所です。物にも途中で一休みする待合室があっていいんです。戻す途中に一つ受け皿があるだけで床やテーブルへの置きっぱなしは減っていきます。もしあなたの家にも階段の下や廊下の端、ソファーの上や机の隅に後でしまおうと思ったまま残ったものがあるなら、元の場所まで一度で片付けるには少し遠いだけなのかもしれません。例えば久美子さんは2階へ持っていくタオルや小物をその都度一つずつ運ぶのをやめました。階段のそばに小さなカゴを置き、2階へ行くものはポンとそこへ、自分が上がる時に一緒に持っていきます。家族がなかなか元の場所へ戻してくれない、そんな時も夫の老眼鏡や新聞などを一つのカゴにまとめておけば後で一度に戻せます。家族を変えようとするより自分が楽に片付けられる受け皿を一つ
とりあえずここまで戻せていれば十分くらいでいいんです。片付けを毎回最後までやりきろうとするとうまくいかない日もありますよね。だから大切なのは最後まで片付けられない時の途中の置き場所を決めておくことです。家の中でいつも後で持っていこうと止まっているものを探してみてください。そのものが止まる場所の近くに小さなカゴやトレイを一つ置いてみる。それはただの仮置き場ではなく、戻す先が決まっている待合場所です。定位置まで戻せない日は途中まで戻すだけで散らかりはそこで止められるんです。頑張らなくても整う暮らし。4つ目は毎日きれいにする場所を3つに絞ることです。片付けが続く人は家中をいつもきれいに保っているわけではありません。例えば洗面台、ダイニングテーブル、床の通り道、朝顔を洗うとき、食事をするとき、部屋を歩くとき、あなたの家にも整っていると少しほっとできる場所はありませんか？今日はここまでと思える場所を先に決めておくと家事を終える目安ができます。片付けたい気持ちはあるのに何もできないまま一日が終わってしまった、そんな日はありませんか？それはやる気が出ないのではなく、家中全部を一度に見ているからかもしれません。あそこもここもと考えるほど始める前から気持ちはだんだん重くなります。夕方テーブルも洗面台も床も気になってどこから始めようと迷ってしまう。だから無理なく続けられる自分なりのルールを決めておく。キッチンのシンクだけは洗い物を残さず一日を終えるなど、自分にとってここだけはきれいにしておく場所を決めておくことなんです。一箇所でもできると今日もちゃんとできたという小さな達成感が残ります。その積み重ねが明日も続ける習慣につながっていくんです。久美子さんも以前は気になった場所からあちこち片付けて夕方にはぐったりしていました。でも今は洗面台、ダイニングテーブル、台所のカウンター、この3カ所だけは先に整えておこうと決めました。朝顔を洗ったついでに水滴だけさっと拭く。食事が終わったらテーブルの上を何もない状態に戻し、カウンターには食器を置きっぱなしにしない。全部やっても5分ほどで終わる範囲です。疲れている日は食器がまだ乾燥かごに残っていてもダイニングテーブルだけ物を戻して布巾でさっと一拭き。今日はここまでと一日を終えます。すると全部できなかった日でも一つは整えられたと思えるようになりました。疲れている日は今日は台所だけ、今日は洗面台だけ、そんな日があってもいいんです。夜部屋の明かりを落とす前にふとテーブルを見る。そこだけでも物がなくすっきりしている。できなかった場所ではなく整えられた場所を見ると、今日はここまでできたと気持ちを切り替えてゆっくり休めるんです。片付けの手間を減らす工夫。5つ目はよく使うものを使う順に並べることです。一見当たり前に聞こえますが、意外と見落としがちなところです。片付けるときは同じ種類をまとめて大きさや形を揃えて並べる。それが正しい収納だと思いますよね。もちろんそれで分かりやすいこともあります。でも毎日使うものほど暮らしの流れに合わせておく方が戻しやすいことがあります。取りに行く手間が減ると戻すのも楽になるからです。毎日使うのになぜか遠くにあるもの、あなたの家にもありませんか？お茶を入れるたびに湯飲みは食器棚、茶筒は引き出し、急須はまた別の場所。夜だけ使うハンドクリームは使うたびに洗面所まで取りに行ってまた戻す。
そんなものがあるなら、しまい場所が間違っているのではなく、今の暮らしの動線と合っていないのかもしれません。久美子さんも朝使うものが洗面台のあちこちに分かれていました。毎朝顔を洗った後、扉を開けたり引き出しを開けたり、時間がない時はつい出しっぱなしになることも。そこで今は使う順番を意識して、化粧水、美容液、クリーム、日焼け止め、手に取る順番に手前から並べています。毎日は使わないヘアゴムやストックは別の段へ。すると朝の支度であちこち手を伸ばすことが減り、使った後もその流れで戻しやすくなりました。物にもよく使う1軍とたまに使う2軍があります。毎日使うものは手前へ、たまに使うものは少し奥へ。使う頻度によって自分とのちょうどいい距離があるんです。見た目がきれいに揃っていても、使うたびにわざわざ取りに行くなら、その収納は今の暮らしには少し遠いのかもしれません。物を収納に合わせるのではなく、暮らしの順番に合わせて置いてみること。台所なら鍋つかみ、菜箸、調味料、毎日使うのに少し取りにくい場所にあるものはありませんか？まずは一つ、調理中でもすぐ手が届く場所へ移してみてください。正しい収納より自分が戻せる場所、取りに行く、戻しに行く、その一手がなくなるだけでも片付けは楽になり、毎日の家事も軽くなっていくんです。ここまで片付けの手間を少しずつ減らしてきました。最後に見直したいのはゴミを出すタイミングです。ゴミ箱はいっぱいになってから出すもの、そう思っていませんか？まだ入る余裕があるともったいない気もしますよね。でも実は満杯まで待つほどゴミ出しは面倒になります。袋を縛る、持ち上げる、玄関まで運ぶ、ゴミ出しって意外と面倒な作業ですよね。量が増えるほど出すのも面倒になって、次の回収日でいいかと後回しになりがちです。つまりゴミ箱という家の出口が詰まると、その手前の片付けまで滞っていくんです。これはゴミ箱の中だけの話ではありません。空いた段ボールが床にずっと置いたまま、リサイクルに出す服が紙袋に入ったまま、処分する小型家電が押し入れの隅に残ったまま、家の外へ出すと決めたのに出口待ちになっているもの、あなたの家にもありませんか？私自身もデスク下のゴミ箱がいっぱいになるまで袋を変えないことがありました。回収日が来てもまだ少し入るからと上からぎゅっと押し込む、それが癖になっていたんです。そのうち入りきらないゴミを横にちょい置きするのも当たり前になっていました。今思えば片付けがそこで止まっていたんですね。だから今は替えの袋をすぐ取れる場所に置き、ゴミ箱が7割くらい溜まったら回収日を待たずに袋を結んで玄関へ、袋を外す、玄関へ出す、新しい袋をかける、ここまでを一つの流れにしています。ゴミを早めに出すと、そのついでに周りのゴミも片付き、その場所を一旦リセットできます。すると次の片付けにも取り掛かりやすくなります。片付けというと、しまう、揃える、元の場所へ戻す、そんな動作を思い浮かべますよね。でも家の中から外へ出すことも片付けの大切な一つです。ゴミ箱がいっぱいになる前に袋を結んで玄関へ出す。手放すと決めたものも紙袋や押し入れの隅に残しておかない。家の出口を開けておくことも散らかりにくい家を作る大切な習慣なんです。今まで十分家のことを丁寧にしてきたからこそ、これからは片付けのためにやることを増やさなくてもいいんです。
きれいに畳まなくてもいいものは畳まない。郵便物はその場でざっくり分ける。戻すのが大変な日は途中のカゴまででいい。毎日きれいにする場所はよく目に入るところだけ。よく使うものは使う順に置いてみる。ゴミ袋は重くなる前に玄関へ。皆さんならどんなひと手間を減らしたいですか？コメントで気軽に教えてくださいね。あなたの毎日の片付けが楽に続いていきますように。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。